こんにちは、しゅんです。今回は海外の体操が面白いっていうことで、海外のカナダの規定演技について紹介していこうかなって思います。で、自分カナダの方で5年間ぐらい体操を教えてたんですけど、もう大会の雰囲気も違うし、規定演技、こんなんなのっていう、すっごいね、面白かったです。なんで今回はその海外の規定演技、カナダの規定演技を紹介しながら、すごい面白いポイントが7つあったので、その面白ポイントを、床から順番にね、説明しながら、皆さんと一緒に見ていけたらなって思います。で、今回紹介するのが、カナダの中でもレベル1って言われている規定ですね。とりあえず体操を始めたら、このレベル1から、大会出ますよっていうことです。で、規定演技なので、もうやることは決まっている。で、最高点数は10点満点の中で、誰が一番高い点数、綺麗に演技できるかなっていったところです。それでは、早速床から始めていきましょう。はい。ではまず床です。ついこの間あったね、オンライン大会っていうものがあったらしくて、その時に撮影された動画です。で、この子はだいたい9歳から10歳ぐらいで、まだ体操を始めたばっかりですね。はい。こういった感じで手を挙げて中入ります。はい、来ました。はい。面白ポイント一つ目ですね。このポーズです。ちゃんと見えましたかね。この最初の手をふって上げてポーズ。はい。このポーズをしないと 0.5 の減点になります。っていうのもこの規定演技が面白くて一つの技に、勝ち点があります。例えばこの飛び込み前転っていうのは2点の勝ち点があります。なので飛び込み前転をしなかったら2点減点っていった感じですね。で、カナダの選手まだポーズちゃんとやるとかそういった文化がないので、とりあえずここでポーズをしっかりやらないと減点になります。0.5 ですね。すごい面白いです。はい、ということでまた最初から見ていきましょう。はい、ポーズ。はい、そうしたら足を上げて飛び込み前転。はい、向きを変えます。そうしたら、ホップ。側転、側転。で、前転ですね。ちょっとこの前転の感じいいですね。はい、そしたら倒立。で、ここが180度の左右開脚。はい、結構向こうの選手、柔軟つきません。はい、後ろ回る。はい、そしたらバランスですね。ちょっと指が独特ですけど。はい、そうしたら最後は飛び込み前転からジャンプ。はい。で、このちょっとポーズがちゃんとできないところが面白いですね。まだまだ若くて始めたばっかり。あとはこれが海外クオリティです。はい、じゃあ次行きましょう。で、あん馬です。最初の大会からあん馬あるんだって感じですよね。はい、それでは行きます。あん馬すごいね、単純です。1000回を5周します。1、2、3、4、5。で、そしたら6周やって終わりですね。で、実際の演技は5周。でも6周目は減点されない、その余韻みたいのでやってくださいっていう感じです。で、ここ面白ポイント2つ目ですね。いや、後ろになんかすっごい座ってるっていう。なんかこの大会っぽくないですよね。日本の大会だったらこの椅子とかがちゃんとあって、ちゃんと座る感じですけど、なんかもう普通に床にマット敷いて座ってるみたいな。で、後ろの一番左の子なんてなんか座る用の箱とか用意してますね。こんな感じで、たまにちゃんとしてない体操クラブの子なんか寝てたりします。そんなんありっていう感じですよね。はい。で、次、釣り輪です。はい、ここ面白ポイント3つ目。まさかの4種目とかじゃなくて6種目スタートです。いや、最初からそれみたいな。なんで、7歳とか8歳の子がいきなり6種目から始めるんだなって感じですね。はい、それでは流してみましょう。はい、もうこの子、俺どうすんのみたいな顔になってますけど、こういった感じで、はい、挨拶したら、ジャンプします。そしたら、コーチの人が上まで上げて、ここからスタートですね。はい、指示です。いや、この年で何できんのって感じですけどね、結構ちゃんと指示やってますよね。そうしたら、はい、逆懸垂にちゃんときます。ちょっとつま先があれかな。で、肩の柔軟性ありますよアピールをしてから、はい、膝を伸ばしたまままた逆懸垂。そしたらスイングになります。で、このスイングは体の、どれだけ大きいスイングができるかどうかで明確にね、
減点が決まってます。はい、着地上手ですね。この子はちょっと可愛いんで自分のおすすめなんですよね。で、面白いのが皆さんこれ見えたでしょうか。左の方でずっとトランポリンを飛んでいる、ちょっと年齢が高い子たちがいるっていう。ここもちょっと面白いですよね。では次、問い箱行きましょう。はい、もう来ました。はい、面白ポイント4つ目です。あれ、飛び箱ないじゃんっていうことですよね。飛び箱じゃないです。何やるかっていうと、走って前宙をやります。こういった感じですね。で、前宙だけじゃなくて、前宙で着地を止めるんじゃなくて、そのまま前回りするっていったものになります。っていうのも、前宙で勢いを止めるんじゃなくて、勢いがあったまんま回転がつきすぎてるまんま終わってくださいねっていうことらしいです。これがすごい面白いですね。ちょっと短いんでもう一個見てみましょう。この横からのアングルがいいですよね。で、あとはあんまり前に飛びすぎてしまうと減点っていうので、普通の大会だったら1メートル20センチのところにラインがあります。それ越すと減点になっちゃいますね。で、次、面白ポイント5つ目が、はい、この飛び箱の演技選べます。前宙じゃなくてもいいです。はい、こんな感じですね。今回前宙しかやってる子がいなかったんですけど、自分が昔撮った動画です。はい、飛び込み前転もあります。で、この2つから選べて、飛び込み前転だったら8点からスタートします。10点満点ではなく。で、前宙したら10点からのスタートっていった感じですね。はい、次、平行棒です。平行棒は比較的簡単ですね。こうポッて指示をしたら、ここから開脚の脚前挙です。そしたらそこからスイングですね。スイングをどんだけ体きれいに、あとは体の角度が後ろだったり45度以上いってないと減点ですよっていうのがあります。で、最後横に着地ですね。はい、これ自分のお気に入りの方です。では次、鉄棒行きましょう。はい、来ました。面白ポイント6つ目。メビウス回っていうことですね。投手は素手だったりプロテクターを使うのではなくて、この紐のメビウスを使っての投手になります。基本的には軍手を手につけてやるっていった感じですね。なんで挨拶はこういった感じでします。そしたら、はい、この子手が鉄棒にぶつかっちゃいますね。よくあるやつです。そしたらこういった感じでつけます。はい、最初は懸垂ですね。懸垂グッで逆上がりで振り上げ、これも角度の減点が入って、あとはスイングを5回やるですね。で、このスイング毎回の膝つま先と体の角度みたいので点数が出ます。で、この5回終わった後はどうなるかっていうと、こういった感じで、終わったー。で、ここから、やべえってなりながら戻ります。はい。で、実はまだまだ続きがあります。はい。これですね。フラックスアビリティルーティーンって言って、体がしっかり柔軟性ありますか、力がありますかっていうことですね。なんで面白ポイント3つ目。6種目でしたって言ったんですけど、実はこれ違います。実は7種目。いきなり7種目スタートです。はい。では見ていきましょう。こんな感じですね。最初。はい。さっきも言ったポーズです。はい。これしないと減点になっちゃいます。そしたら、はい。肩の柔軟。これはどれだけできるだけ肩幅だと減点がないって感じですね。で、はい。倒立。まっすぐかなどうかなってところから、はい。足が90度の柔軟。お腹がペタッとついたら OK です。で、ここからポーズをして、これ面白いですね。開脚の脚前挙からまっすぐ前にふっと押し出す。はい、そしたら向き変えます。で、この動きはすごい面白いんですよね。これです。これ股関節の柔軟らしいです。ブリッジの時の姿勢のやつですよね。そしたらローリングして、はい、左右開脚。ちょっとこのポーズがまだまだ初心者っぽくて可愛いですね。はい、そしたら柔軟です。前屈ですね。で、最後にブリッジ。で、ブリッジはこの肩が手の真上にあると減点がないっていった感じです。なんでこれだとちょっと減点されちゃう感じですかね。はい、ポーズ。はい、こんな感じです。で、こんな感じで一通りカナダの規定演技レベル1を見てみたんですけど、でこのレベル1でもう一つ面白いポイント、7つ目があります。それは年齢の
上限がないっていうところですね。どういうことかっていうと、もし今自分がもう29歳なんですけど、このレベル1出れます。っていうのも、年齢がいくつかの部類に分かれていて、こんな感じですね。カテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3で、一番上、若い子で、2つ目が、それなりに年がいってる子。で、3つ目が13歳以上プラスなんで、中学生 VS65 歳とかも全然あります。これが本当ね、いいなーっていうか、面白いところです。なんで、誰でも初心者であるなら、このレベル1から参加できると。それがすごいカナダの、文化というか、わざわざこの年齢にとらわれないところですね。なんで、ここすごい自分好きです。で、あとはこのカナダの規定ね、いろいろ自分も今日本で教えてるんですけど、すごい大切な基礎とかがもうびっしり詰まってるんで、面白いです。で、県とかそういうところでもね、規定演技全然違うと思うんで、自分の地元こういう演技ありますよとか、面白いところがあったらぜひぜひコメントをしていただけたら嬉しいです。はい、それでは最後まで見てくれてありがとうございました。See you!